では、高校生物の人物の名前を見ていきます。一番下に書いてあるけども、二重括弧の中はね、テストに出ない雑談です。細胞の単元は、まだテストに出ることが多いので、ちょっと詳しく見ていきます。フックが細胞を発見しました。フックの法則のフックです。男性に興味を持っていて、どうしてコルクってこんなに弾むんだろう。ね、どうしてコルクってこんなに男性があるんだろうと思って観察して小部屋みたいな構造を見つけた。実際は死んだ細胞の細胞壁だったけど、それにセルと小部屋という意味のセルと名付けたんですね。いろんな学問に手を出していて、それが原因でニュートンとね、大喧嘩をしてます。レーウェンフックは微生物学の父です。レーウェンフックの業績をフックが認めて、フックがレーウェンフックの観察結果に感動して、フックがね、レーウェンフックを有名にしたって話もあります。ブラウン運動を発見したブラウンは細胞壁の中身に目を向けて核を発見しています。シュライデンとシュワン。シュライデンが植物について、シュワンが動物について細胞説を提唱した。生物体が細胞でできているっていう説を提唱した。シュライデンとシュワン、食事中にお互いに観察結果を報告しているときに、植物にも動物にもなんか同じような構造が見られるっていうふうなことに気づいて、びっくりして、二人で研究室にかけていったって話は有名です。まさか動物と植物に当時共通性があるなんて思わないからね。フィルヒョーは細胞は細胞から生じるっていう言葉を残してます。他にも病気になってしまった組織の細胞は正常な組織の細胞から生じるなんてことも言ってます。では、光合成の解明の歴史もまだまだ資料集に載ってるんで丁寧に見ていきましょう。ファンヘルモントっていう人が植物の成長は土ではなく水に由来するってことを言いました。ファンヘルモントは水が万物の元であるっていうような信念を持ってました。ちょっと、なんか昔の話だなって感じがするよね。生化学の始まりっていう人もいます、ファンヘルモント。そして、プリーストリーが植物が酸素を発生するってことを示しました。実際プリーストリーは植物は酸素を発生するっていうふうに言ってません。実際は燃焼で汚れてしまった空気、それを浄化する装置、浄化装置が植物であるっていうふうな言い方をしてます。当時ね、まだ酸素の存在が認められてなかった時代なんですね。もう結構昔です。そして、インゲンホースが植物は光のあるところでのみ酸素を発生するということを示しました。プリーストリーの実験には実は光が必要だったんですね。実際、インゲンホースは光がないと植物は空気を浄化しないみたいな言い方をしています。プリーストリーの実験が行われたときに、別な人が同じことをやってみたけど、全然プリーストリーの結果通りになんなかったんですよ。全然空気を浄化しねえじゃんって。要するになんでそんな違いが起きたかっていうと、プリーストリーの実験を真似してやってみた人は、暗い実験室、暗い部屋で、ろうそくの明かりだけを頼りに実験してたんですね。だから、同じ結果が出なかった。まあ、今考えればね、光合成には光が必要だから当たり前ですよね。インゲンホスは、植物は光のあるところでのみ酸素を発生する。光があるところでのみ空気を浄化するってことを示しました。そして、セネビエって人が植物が酸素を発生するためには二酸化炭素が必要だってことを示しました。で、セネビエ、その後も研究していって、結局どういう結論、セネビエ持ったかっていうと、二酸化炭素が一度水に溶けて、で、それを植物は根っこから吸収して使うんだ。炭素源を使うんだ。みたいな結論に達してます、セネビエ。もちろん間違った結論ですよね。葉っぱの気候から CO2 は取り込むんだもんね。で、ソシュールって人は、そのセネビエなどの説、土の中から根っこを使って炭素みたいなものを取り込むんだっていう説に疑問を持って、結局ね、植物は空気中の二酸化炭素から作られるってことを言ってます、ソシュール。もうかなり今の光合成の考え方に近いそのものですよね。そしてザックスが光合成の結果、澱粉ができることを示してます。
このスライドはカルビンとベンソン以外は問われないかな。強いて一人挙げるとしたら、ヒルかな、ヒル。光合成で発生する酸素は二酸化炭素由来ではないことを示しました。光合成で発生する酸素は H2O、水が分解して発生するものですよね。水から電子が引き抜かれて、そして H2O が壊れて酸素が発生する副次的な現象として酸素の発生が起こる。実際ヒルは試験管の中でそれを起こしてみせた。試験管の中で光合成の一部を人為的に再現してみせたんですね。臭酸鉄っていうね、電子を受け取ってくれる物質を加えといて、水から H2O から電子を引き抜いて酸素を発生させた。光合成の一部を人為的に再現してみせたんですね、試験管の中で。この動物生理と免疫はどれも重大な発見ですけど、医学部受ける人以外はスルーしていいかなと思います。ベイリスとスターリングはね、生物基礎でたまに問われます。初めてのホルモンの発見です。例えば、ベイリスとスターリングの上、ラントシュタイナーって人が ABO 式血液型を解明しました。この ABO 式血液型が解明される前は、輸血って適当に行われていたような時代もあって、そうすると輸血によって命を落としてしまうって人もいたんですね。これ重大発見なんです、実は。ラントシュタイナーの ABO 式血液型。あと一人挙げるとすれば、ジェンナーですかね。ジェンナー。天然痘に対する予防接種。予防接種の創始者です。ジェンナーの頃、牛痘っていう軽い病気が知られてました。牛痘。で、天然痘っていうのはものすごく恐ろしい病気です。致死率がものすごい高い病気です。で、ジェンナーの頃、噂があって、これ、でも結構確からしいって言われたみたいなんだけど、噂があって、どんな噂があったかっていうと、牛痘に一度かかった人は、天然痘にかかりにくいっていうふうな噂があった。で、ジェンナーは、だったら、わざと牛痘を摂取したらどうだろうって。そしたら、天然痘っていう恐ろしい病気にかかるのを防げるんじゃないかと思って、実際に牛痘を摂取して見せた人なんですね、ジェンナー。で、それがもちろん世界で初めて行われた予防接種なわけです。牛痘の牛、牛って書きますけど、牛痘の牛、牛を意味するラテン語がワッカです。そして牛痘を意味するラテン語がワッキニアです。もちろんこれワクチンの語源ですよね。では発生学。パスツールが白鳥の釘フラスコで自然発生数を否定しました。当時はまだね、微生物みたいに小さい目に見えないような生き物は自然発生するっていうふうに言われてたんですね。もっと昔はね、ボロ雑巾からネズミができるみたいなことが言われてた時代もありますけどね。ルーは2細胞期のカエルの肺の片方の角球を焼き殺して、もう片方の角球がだいたい半分の体を持つ肺になっていったことを発見した人です。ルーはそこから2細胞期の角球、例えば2細胞期の角球、左の角球と右の角球、左の角球は左の体、右の角球は右の体になっていくんだろうっていうふうに言った人です。実際その結論は間違っていて、焼き殺した方の角球をちゃんと取り除いてあげれば、残った角球は大体完全な肺に、完全な体になることがもう知られているので、結局ルーの結論は間違っていたわけなんだけど、なんでルーが偉大かっていうと、肺に対して何かしら働きかけをして、すげえ難しい言葉で言うと、何か卵や肺に実験的操作を加えて、で、その発生における形態上の変化、それを与えられた実験的な条件の結果として捉えて、その因果関係を明らかにする。つまり、発生学に実験的な手法を持ち込んだんですね。何か肺に働きかけて、で、どうなったか見て、で、そこから何か発見するっていうふうに、発生学に実験の手法を持ち込んだのがこのルーです。ドリーシュはウニ肺が調節卵であることを発見しました。昔はウニ肺が調節卵であるっていうことはよくテストに出ました。ウニの活気を分離して完全な肺を生じさせました。例えば、2つに分離したら2つの小さなウニができました。これは結構衝撃的で、昔はね、極端な話を言えば、精子の中に人がうずくまってるみたいなことが言われてた時代もあったんですよ。もう精子の中に人がうずくまってるのを顕微鏡で見たって人もいたぐらいです。で、
そういうね、もともと完成された生き物が入ってる、みたいな説を否定しますよね。このドリーシュの実験は。だって、ウニの肺の中にちっちゃいウニがもともと入ってたら、それ半分に割ったら半分になっちゃうわけだから。だけど、半分に割ったところ、ちっちゃいウニが、完全なウニが2匹できた。だったらね、初めからウニが、完成されたウニが入ってるなんてありえないよねっていうことが言えるわけですね。あとはシュペーマンかな。マンゴルドっていうね、女性の助手と形成体を発見しました。第2の肺、二次肺を作ってしまうような形成体。大学生はね、シュペーマンオーガナイザーってなるかもしれないけど、形成体を発見しました。マンゴルドはね、当時大学院生です。マンゴルド、26歳の若さでガソリンヒーターの爆発事故で亡くなってしまいます。悲劇の研究者ですね。まさにノーベル賞級の論文が発表されるところでした。シュペーマンは交換移植実験でも有名ですよね。初期幻聴肺では予定表皮域を予定神経域に移植したら、予定表皮域の発生運命が変更されて神経になっていくけども、神経肺域ぐらいではね、神経肺ぐらいではもう変更はできなくて、予定表皮域をね、無理やり神経の領域に埋め込んでも、ね、表皮は表皮にしかならないっていうね、交換移植実験が有名です。で、これ、シュペーマンの、先ほどの形成体の発見ですけど、このシュペーマンって現行配信部をこう移植して二次肺を作ってみせた。だけどね、幸運だったのは何かっていうと、これ当時、まだこの下のフォークとの元気分布図、元気分布図が完成されてなかったんですよ。だから、正確なこう、肺のどこが何になるかっていうのが分かんなかったんですよね。で、実際、シュペーマンは現行配信部を移植するつもりはなくて、シュペーマンは予定神経域ぐらいだろうと思って移植の材料に用いたことが、ね、分かってます。分かってますっていうか、シュペーマン自身がね、語ってます。ローレンツとかね、ソロモンの指輪の冒頭で、もう冷静に動物の行動は研究しなきゃダメだと。客観的になって冷静に研究しなきゃダメだ。ね、思い込みとか妄想とか、ね、様式化なんてしちゃダメなんだっていうふうに、ローレンツ述べている。だけどもね、このソロモンの指輪、ね、本の中身見てみると、もうね、むちゃくちゃな愛に溢れた記述ばっかりですね。もうハムスターがめちゃめちゃ可愛いとか言ってみたりね。まあちょっと面白い人ですね、ローレンツ。遺伝学、ミーシャーがね、拡散の発見。これは過去センター試験に出ましたね。あとはまあいいかな。メンデル。ね、メンデル、穴埋めにテストに出ることはないけどね。メンデルさん。今にきっと私の時代が来ますよって、見ててごらんって言ったらメンデル。実際、メンデルの時代が来たわけですよね。全国の高校生がメンデルの法則を学んでいるわけです。メンデルね、ものすごく記録が細かくて、ね、ただのメモ書き、ただのメモ書きが本当に正式な文書のように書いたっていうんだよね。メンデル。それを訂正するときも、ね、こうまるで仕事で訂正するみたいに訂正をしたっていうんですよね。もう細かい観察、そして細かい記述、ね、それがメンデルの遺伝の法則、メンデルを、ね、遺伝の法則に導いたんですね。この辺の分子生物学の話は、もう革命が起きた時期だからね、結構テストに出やすいです。だけどまあ、教科書にないことを言うんだったら、一番上のマラー、X 線による突然変異の誘発だけど、このマラーの言った、この生命であるかどうかの判断の基準はダーウィンの自然淘汰により進化し得るかどうかであるっていうのはちょっと面白い意見だよね、マラーね。あとはまあ、教科書の内容ですよね。グリフィス、肺炎早期菌で血栓化発見。で、エイブリーがその原因物質が DNA。ビードル・テータムが一遺伝子一構説を提唱。ハーシー・チェイスが DNA が遺伝子の本体であることを証明。ウィルキンスとフランクリンが X 線のね、解説データによって DNA の分子構造を解析。シャルガフがシャルガフの規則を示して、ワトソン・クリックが二重らせん構造を発見した。ワトソンとクリックがフランクリンのデータをフランクリンに黙って使ったっていうのは有名な話ですね。フランクリン、その後亡くなってしまうんで、ノーベル賞の台に上がったのは、ウィルキンスとワトソンとクリックだったんですね。フランクリン、若い女性天才研究者でした。ワトソンね、二重らせん構造を発見したときに、頭の中にシャルガフの規則が浮かんできたっていうんだね。うわぁ、この A と T、C と G が手結ぶみたいな二重らせんだったら、シャルガフの規則しっかり満たすやんっていうね。で、ワトソンとクリック、自分たちの論文の最後に有名なね、決め台詞を残してます。どういう意味の
決め台詞かっていうと、俺たちは DNA の複製の方式にも当然気づいてるからなっていうふうな決め台詞ですね。もう反保存的複製に彼らは気づいていたんですね。このスライドもね、もう全員について喋りたいですね。まあだけど強いて言うんだったら、メセルソンとスタールはね、生物学史上最も美しい実験の一つって言われてますね。簡単な実験で分散的複製と保存的複製を否定して、反保存的複製を証明したのがこのメセルソンとスタールです。ジャコブとモノーはね、オペロン説提唱しましたけども、ね、もうメッセンジャー RNA の存在を予言していましたね、ジャコブとモノー。モノーってね、哲学者でもあって結構面白い話書いてて、俺たちが火星に行ったとして、火星にあるものを生命の痕跡とみなすかどうかは、どういうふうな判断基準によるんだろうみたいなね、ちょっと面白い哲学もしてます。あとはね、岡崎玲二先生とかね、5ダッシュ方向を伸ばすような DNA ポリメラーゼが当時は、予想されていた。当然3ダッシュ末端を伸ばすようなポリメラーゼもあるんだったら、5ダッシュ末端を伸ばすようなポリメラーゼもあるだろうっていうふうに言われてたけど、ね、全然見つかんなくて、ね、そんなものはね、地球上になかったんだよね。実際は岡崎フラグメントが使われていたわけですね。作られていたわけですね。あとは、テストに出ないけど、マリスなんてのも面白いですね。PCR を発明した人です。PCR の原理を彼女とドライブデート中に思いついて叫んだっていうんだね。うおー、俺はなんかとんでもないこと発見したぞーってね、叫んだっていうんですね、マリスね。DNA を一本差に分かれさせて、プライマーくっつけて、DNA ポリメラーゼに新しい鎖を作らせる。で、また一本差に分かれさせてってのを繰り返しやっていくっていう方法ですね、PCR。ものすごい原理が単純だから、他の生物学者たちがね、なんであいつにあのアイディアが、舞い降りて、俺には舞い降りなかったんだろうっていうふうにね、生物学者が疑問に思ったっていうね、マリス、PCR の、PCR を発明した人ですね。山中伸弥先生もね、皆さんご存知ですよね。iPS 細胞を作成した方です。iPS 細胞の I が小文字になってるのは、当時流行った iPod のね、I が小文字だったからって話は有名ですね。もう一度分化してしまった細胞に、もう一度ね、いくつかの遺伝子を導入することで多能性を持たせる。ね。そんな風に多能性を持たせた細胞が iPS 細胞です。再生医療っていうね、失ったものをもう一度作り上げるっていう風な医学の道にもう一本新しい道を作った先生。それは山中伸弥先生ですね。系統と分類。リンネとダーウィンがよく出るかな。リンネ。ね、分類学の父ですね。リンネ、自分のお父さんに教えてもらった花の名前、それを忘れてしまってね、忘れちゃったって言ったらね、お父さんが、いや、お前そんなんじゃもう絶対二度と何も教えてやんねえからなっていう風に、リンネに言って、で、リンネはね、ってびっくりして、ね、それからはね、教わったものを全部覚えるようにしたってね、リンネ、逸話が残ってますね。そして、ラマルク、これ案外さらっと流しちゃうけどね、ラマルク、獲得形質が遺伝するっていう風なことに基礎を置いて、もうこの時点で間違ってますよ。獲得形質は遺伝しませんからね。獲得形質が遺伝するってところに基礎を置いて、ね、要不要説を唱えた。キリンの首が長いのは、ね、世代世代のキリンが首を長くね、ぐーっと首を長くしようと努力した。その結果が積み重なって、キリンの首は長くなったんだ。ね、世代世代のキリンが首を長くするような努力をしたから、キリンの首は長いんだっていうふうなね、要不要説を唱えた人です。まあ今聞いたらね、なんか、なんかラマルクってなんか全然ダメな人だねって思うかもしれないけど、ね、何が偉大かっていうと、この地球上の種がね、普遍ではなくて変化し得るってことを大きく発表したんだよね。この考えは絶対にその後のね、進化学の歴史を変えたはずです。ダーウィンは種の起源で自然選択説を提唱しました。種の起源、かなり丁寧に書かれていて、例えば、品種改良から話が始まってきます。品種改良ってあるじゃないですかって。品種改良ってあるじゃないですか。人が特定の形質を持つ生き物を選抜して、ね、選択して、交配していって、だんだん品種改良していく。そうやって家畜とか鳩の品種改良が行われるわけじゃないですか。でその選抜するっていうことを人じゃなくて自然がやるってこともあるんじゃないですかって。自然が選択しないなんていう保証がありますかっていうような話で自然選択説を唱えてきました。ダーウィン。ヘッケルはね、たまに昔テストで出ましたけどね、発生反復説、個体発生は系統発生を繰り返すっていう説です。
個体の発生は小さく進化を繰り返しているという説。確かに人の肺もかなり初期の頃は魚っぽく見える時もあるんだよね。だけど反対意見もものすごく多いです。例外もいっぱいあります。肺の初期の頃はね、あんまり洗濯圧がかかんないからね、いろんな生き物で似たような形状になるのは、ありえますよね。この辺はね、あんまりテストに出ないですね。今なんかちょっと面白いけどね、抵抗進化説。進化にはね、方向性があるっていうような説です。賛成意見、反対意見があります。例えば、マンモスの牙なんていうのは、あれはでかくなりすぎてる。だけどなんで巨大化が止まらないかっていうと、そういう風にね、方向があるから、牙が大きくなるっていう進化の方向があるからだっていう風に説明します。抵抗進化説。もちろん、一定の環境でね、一定の選択圧を受ければ、まるでね、方向があるかのように進化していくことはあり得るからね。いろんなね、賛成意見、反対意見があります。ワイスマンとかね、やばい実験してるんですよね。ワイスマンって生殖質連続説を唱えた人で、生殖細胞をね、介して生殖細胞に含まれる要素で、世代がね、連続している、繋がっているんだよっていうような説ですね。生殖質連続説。これラマルクの説に反対して、世代の努力によってキリンの首が長くなったっていう、ラマルクの説に反対して、だったらっつってね、マウスの尾をね、22世代にわたって切り続けて、それでも尾の短いマウスが生じないことを示したっていうのがこのワイスマンですね。今だったらちょっと考えられないようなね、とんでもない実験やってますね、ワイスマンね。では、こちらが最後のスライドです。ミラーの放電実験、有名ですね。アンモニア、メタン、水素、水蒸気からね、アミノ酸を合成したミラー。現代ではね、大昔の大気の組成はね、アンモニア、メタン、水素、水蒸気よりもね、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素、水蒸気だったんじゃないかっていうふうに言われてます。で、マーグリスが共生説、ね、細胞内共生説、好気性細菌からミトコンドリア、シアノバクテリアから葉緑体、ね、それが生じたんじゃないかっていう説を提唱しました。で、木村元夫先生が中立説を提唱しました。中立説っていうのはね、アミノ酸配列とか塩基配列とか、そういうところに起きる突然変異って、中立なものが多くて、中立な突然変異が多くて、それが遺伝的不動によって偶然的なね、遺伝子頻度の変化、遺伝的な不動によって固定されていくんだ。そういう説ですね。では、長い時間、本当にご清聴ありがとうございました。何が一番伝えたいかっていうと、生物学って初めから決まりきっていたわけじゃないんだよね。当たり前だけど。いろんな説が提唱されては否定されていった。今後もおそらく様々な説が提唱されては否定されていくでしょう。そうやって学問は前に進んでいくんですね。そこをちょっと知ってほしいなと思って長い動画を撮ってみました。では、心身の健康に気をつけて頑張ってください。ご清聴ありがとうございました。